さんこんにちは。メイクアップアーティストのみさきです。本日はショート動画でもたくさんコメントをいただいていた自然な涙袋の作り方をさらに詳しく解説していこうと思います。気になる方はぜひ最後までご視聴お願いします。はい、ということで早速始めていこうと思います。で、今ね、この涙袋以外のメイクを終わらせた状態なんですけど、アイシャドウはこんな感じで、わかるかな？本当にベーシックっていう感じですね。はい。で、まず最初に私がやるのは、影をつけるところですね。こういうブロンザーパウダーを使っていきます。で、正直ね、別にブロンザーパウダーじゃなきゃいけないっていう理由はなくて、アイシャドウでもいいし、いろんなもので代用ができるんですけど、一番ブロンザーが使いやすいし、色選びとかも選びやすいですよっていう意味で、こういうブロンザーをおすすめしてます。アイシャドウでやりたい人は、例えばこういうパレットがあったら、じゃあこの色ちょっと薄いし、影っぽくなるかなとかいう感じで選んでもらっても大丈夫です。ただアイシャドウは発色がブロンザーよりいいので、加減とかが難しいよって人はブロンザーが多分一番使いやすいかなって思ったので、ブロンザーをおすすめしてるっていう感じです。で、使っていくねブラシなんですけど、こういう感じのものが一番使いやすくて、どうやって見せればいいんだ見えないね、私のフォーカスがいっちゃってる。これで見えたか。ちょっとこう平たいやつとか、こういうさまん丸に比べたらちょっと平たいやつがおすすめです。例えばこういう詰まった感じの、ブラシだと、要は肌につけた時に硬いじゃないですか。だから色がビッてつきやすいんですね。こういうちょっとふわふわした感じのやつの方がこうやって色の調節がしやすいので、こういうタイプのブラシをおすすめします。ちょっとこれ今ちょっとブラシが今汚いんですけど、こういう感じで結構太い丸っていう感じだと、この肌についてる面積が太すぎるので、これで影入れちゃうとちょっとクマっぽい感じになっちゃうので、こういうのもあんまりおすすめはしないかな。ただこういう感じのちょっと太めのブラシだったら使えるかなっていう感じです。なんでかっていうと、この先端がちょっと細くなってますよね。なんでこう肌にタッチする時に、ごめんねフォーカスが、そう、肌にタッチする時にこうやってここ全面がつくってよりはこの先がつくから、これもこうソフトタッチでやれば割と調整しやすい感じになるんじゃないかなと思います。もう私はこれを使ったりもします。はい、そしたらこのブラシにブロンザーを取って軽くちょっとはたきます。ここでこうやってトントンってやるか、いつもこうやって手のひらとかになじませることの方が多いかな。で、今こんな感じでブラシに割と均等にブロンザーが乗ってる状態なので、早速影を作っていきます。で、これをねあんまりこう下の方までやっちゃうと、ただクマがある人みたいな感じになっちゃうので、こう笑った時に、私もともとちょっとこう涙袋っぽいものがあるっちゃあるんですけど、こういう顔をした時に出る線めがけて影を作っていきます。で、こうやってブラシをねこう立てて使うっていうのがポイントかな。これをこう横にやっちゃうと範囲がこう下の方にわーってなっちゃうので、縦にして細く入れていくっていうのがポイントです。で、私はあんまりここには乗っけないで、黒目の始まりからこの黒目の終わり、ほんとここを中心に乗っけていきます。私が住んでるオーストラリアではみんなやっぱりこっちの人はここの膨らみを消そうとするんで、ほんとギリギリまでこうやってコンシーラーを乗っけて隠すっていう感じなので、国によってさメイクとかも違うから面白いですよね、それも。そしたらこんな感じで影が描き終わったので、ハイライトをこれからしていきます。で、私がショート動画で紹介してたのはこれかな、キャンメイクのアイバックスコンシーラーですね。私はねこっからだいたいこの黒目の終わり、ここぐらいまでのせていきます。これ描きやすいんですけど、若干こうファンデの上とかからだと結構グリグリしないとあんまりね。こんな感じかな。できました。ちょっとこっちのさ影張り切りすぎちゃったよね。結構やりすぎちゃったかななんでちょっとパウダーで落とします。ちょうどいい、やりすぎちゃったって時の対処法もついでにやっちゃいますね。
こういうこれ白いねマットのハイライトパウダーなんですけど、こういうのとか白めのパウダーファンデーションとかでも大丈夫なんですけど、これをこの隠したいところ、今結構下までいっちゃったので、ここにこうやって消すっていう感じですね。この白を重ねてちょっとマシになったと思いません？こういう感じでやりすぎちゃったらパウダーファンデーションとか、もしこういうハイライトのパウダー、ハイライトっていうかマットタイプのハイライトのパウダーとかがあったら、それでこうやって軽くこうやって消せば調整できるので、ちょっと一回鏡見てやりますね。はい、そしたらこんな感じでちょっとさっきよりは薄くなったかなと思うんですけど、このコンシーラーだけで仕上げると多分時間が経つとちょっとよれてきたり、取れちゃったりとかあると思うんですね。多分そういう経験をした人結構いると思うんですけど、なのでこのコンシーラーの上をセットしていきます。パウダーでセットしていきます。で本当にこのコンシーラーの上からこうやって乗っけるだけですね。これをしないと多分1日綺麗に維持するのがちょっと難しいかなと思うので、涙袋を作った時は必ずこの作業をします。で涙袋を作るともうちょっとこのアイラインとか濃くしてもいいかなっていう風に見えてくると思うので、最後に微調整をします。でね、私はこれ多分ショート動画でも出てめっちゃ懐かしいってみんな言ってたんですけど、わかります？めっちゃ懐かしいですよね。多分高校生とかほんと15年前とかになるのかなに初めて買ったペンシルライナー、これをここの粘膜にのせるのが好きなんですよ。ちょうどいい色合いで、なんて言うんだろう、あんまりクリーミーな感じだとちょっと濃すぎちゃったりするんですけど、これはなんか本当に自然にこのウォーターラインを色をつけてくれるっていう感じなので、私これ結構好きよ。結構使ってます。このコンシーラーをやったところのこの上に色を入れることによってコンシーラーが際立つので、さらにこうくっきりするっていうイメージかな。こういう感じの小さいブラシでラインを描いていきます。アイシャドウで大丈夫です。これは私が他の動画でも多分いっぱいやってるんでもう知ってる方もいるかもしれないんですけど、ちょっとこう下に向かって私はやります。でこの時にこの最初さっき描いたコンシーラーのラインをなぞる感じ、コンシーラーのラインの上にのせるっていう感じでやっていくといい感じになるかも。こう形が出るのでね。はい、そしたらこんな感じでもうざっくりこれが私の涙袋のやり方なんですけど、この後にマスカラしてもいいし、もしここにキラキラとか足したかったらこの上からここにこうやって軽くのせるとかいろいろアレンジもできると思うので、これが本当にベーシックっていう感じのやり方です。ちょっとカラコンも入れてみようか。カラコンつけたらどんな感じになるかっていうのもやってみようと思います。はい、今カラコンをつけてみたんですけど、こんな感じでやっぱり涙袋メイクやるときはカラコンがあるとなんかコンプリートって感じですよね。なんかアジアっぽい感じのメイクに。なんかすごいゴロゴロする。やっぱりこう30代超えてくるとちょっとペンシルでがっつり描いてると浮いて見えちゃったり、あと違和感が出てしまうかなと思うんで、私も30超えてるのであんまりねがっつりはしないようにはしてるんですけど、涙袋メイクをするよっていう時はこういう感じで仕上げることが多いかな。この上にちょっとラメとか足すこともあるんですけど基本的にはこういう感じで仕上げた方が30代でもいけるかなっていうところでやってます。はい、ということでこちらがビフォーでこちらがアフターです。このやり方だとかなりさりげない自然な涙袋ができるかなと思うので、30代以上の方もしくは学校のスクールメイクとかにもおすすめかなと思います。でかなり久しぶりに私喋りながらの動画を撮ったのでちょっと説明不足だったり分かりにくい表現があったかなと思うんですけど、ぜひコメントにて質問があればよろしくお願いします。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。